ああ、嫌になっちゃう。なんて暑いんだ、この生地。気晴らしのつもりで習い始めた洋裁で、この頃は冬物のジャケットばかり作っている。もう1ダースは作っただろうか。モッサやブランケットとかいったほっこりした起毛の生地を使ってあるものだから、引き出しに収めようにも収まりきらない。春の服もいらない。夏の服もいらない。心が寒くて寒くて仕方ないから、厚ぼったい冬の服を作り続けてしまうのかもしれない。ミシンがふうふう言ってるわ。離婚して3年が過ぎた今でも、一人息子の友次のことが一時も心から離れない。何やってんだろうな、私は。針が重い。どうして私は友次を牧雄にやっちゃったんだろう。牧雄と別れたことを後悔はしていない。こらえ性のない人で、一つの仕事が一月以上続いたことはなく、まだ幼かった友次を抱えて途方に暮れた夜が何度もあった。けれど、牧雄の言葉は予想外だった。お願いだ、幸恵。どうしても別れるっていうなら仕方がないよ。だけど、友次は俺に引き取らせてくれないか？頼む、幸恵。信じらんない。何言ってんの？友次はまだ3つなのよ。あなたみたいな無責任な人に育てられるわけないでしょ。お願いだ。ちゃんと働いて立派に育てるから。そうやっていつも口先だけ、私がどれだけ情けない思いをしたか分かってるの？あの子がいたからなんとか耐えていけたのよ。あの子が私の全てなのよ。頼む、幸恵。子供の腕を両側から引っ張り合うような真似だけはしちゃいけない。そうよ、幸恵ちゃん。親同士のいさかいを見せられるくらい子供にとって辛いことはないのよ。大丈夫よ、幸恵。あの人のことだから、一月もしないうちに子供の世話の大変さに音をあげるわ。その時が来たら、友次を引き取ればいいんだもの。それまでの辛抱よ。身内からの忠告を私は唇を噛んで受け入れた。誰もが心の中で思っていた。牧雄は子供を手元に置くことで、私とのよりを戻そうとしているのだから、私にその気がないとわかれば、諦めて子供を返しに来る、と。けれど、その日を待ちわびながら、3年の月日が過ぎてしまった。お先に失礼します。今日はお世話になりました。どうもお疲れ様。あら、あったかそうなジャケット。今朝は冷え込んだから。寒。私の作る服ってどうして見た目の半分も暖かくないのかしら。やっぱり生地が安物だからかな。裏布をつけてればこんなに風が吹き抜けたりはしないんだろうけど。だけど今日はこの服でいいんだわ。見てくれがあったかそうならそれで十分。月に1度か2度、私は牧雄に会う。友次の様子を聞くために。試食販売やってるといろんなスーパーもあるでしょ？いろんな人と知り合えるから面白いわよ。おいしい。この間なんか店員の男の子に映画に誘われちゃった。独身って本当に気楽でいいものよね。うん。私は牧雄の前でわざと明るく振る舞ってみせる。幸せそうに、楽しそうに、心の寒さなど少しも感じさせずに。青春よ再びって感じかな。これは牧雄との駆け引きだ。牧雄が私との復縁を諦めてくれた時、友次は私の元へ帰ってくる。その日が一日でも早く来るなら、こんな芝居くらいなんでもない。そろそろ行くか。あ、元気そうでよかったな。じゃあまた今度。まただ。私ったら、自分のことばかり話して、友次のことあんまり聞くことができなかった。だいたい牧雄も気が利かないわよ。一度ぐらい友次を連れてきてくれたっていいじゃない。いつも今日こそはって思いながら会いに行くのに。小さな友次、今年で6歳になる。
一体どんな少年になったのかしら。ともじ、あの癖、治ったかな。お気に入りのベビー毛布抱きしめてしゃぶりながら眠った。毛布の角がふやけてガビガビになっても、新しい毛布に変えようとしても泣いて嫌がった。大人になってもこのままだったらどうしようって心配だった。育児書もいっぱい読んだっけ。ああ、ダメだ。今夜は眠れそうにないわ。もう毎日順調そのものよ。ご飯は美味しいし、よく眠れるしね。先週なんか冷凍ピラフ完売しちゃった。春川さんには花があるからって主任に褒められて金一封も出たの。仲間にパーッとおごっちゃったけどね。友達もいっぱいいるし、今が一番楽しい時かな。私ったら、またいつもの見栄を張ってしまってる。でも、仕方ないわ。これも友治と暮らすためなんだから。よかった。え？本当に幸せなんだな。よかったな、ユキエ。あ。充実してんだね。生き生きしてる。俺も安心したよ。何か違う。みなりこそパッとしないけど、力仕事で太くなった腕や広い肩がたくましく見える。顔も引き締まって精悍になった。なんだろう、この不安は。マキオの小さな変化に気づかずにいたなんて。友治を育てることにすぐに疲れてしまうはずだと思っていた。ユキエ、寒いのか？マキオは約束通りちゃんと仕事を続けて友治を育てている。それどころか結婚していた頃にはなかった男としての自信さえ見え始めている。本当に大丈夫か？震えてるぞ。なんでもないわ。今日は私が払うわね。そっか。じゃあ俺もそろそろ。ねえ、友治の癖治った？癖？癖って何のことだ？毛布をしゃぶりながら眠る癖よ。あなた覚えてないの？いや、俺は少しも。信じらんない。子供のくせにも気づかなかったなんて。よくもそれで父親だなんて言えたもんね。ああ、すまない。ほんと、呆れちゃうわ。私、嫉妬してる。マキオは家に帰れば友治が待っている。だけど、私には。よいしょっと。確かこの箱だっけ？洋裁を習って最初に作ったのは友治の服だった。一緒に暮らす日を夢見ながら一つずつ作り足していった。だけど結局は着られることのないままに服はみるみる小さくなっていく。私の知らないところで友治は成長していく。4歳の友治のために作った服、5歳の友治のために作った服。大切な時間が砂粒のように指の間からこぼれ落ちてゆく。まるで中身のない眉のようだ。土産物屋で売ってる偽物の空っぽの眉。なんだかこのまま永遠に友治と暮らす日が来ない気がした。シチューはいかがですか？手軽にできる本格派のシチューです。老舗の洋食屋さんの味がご家庭で楽しめますよ。どうぞ召し上がってください。じゃあこれ2つほどいただいてくわ。ありがとうございます。お父さん、コンソメ見つけたよ。お父さん、こっちだよ。お父さん、こっちだよ。友治の声。おっとっと、もうちょい。よし、取った。マジ、2つも取っちゃった。友治、あんなに大きくなって。お父さん、あったよ、コンソメ。
ああ、よかった。これで必要なもの全部揃ったよな。うん、そうだよ。その鳥の丸焼き、中にいろんなものが詰まってるんだよ。うん、お父さんに任しとき。ケーキにはチョコの家が乗ってるんだよ。うん、うん。それからプレゼントは、わかってるよね。うん、わかってる。駆け引きなんかじゃない。マキオが友次を引き取ろうとしたのは、あの人は立派に友次を成長させて、友次を育てることで自分も成長していったんだ。私、どうしてもっと友次を手に入れようとしなかったんだろう。どうしてもっとなりふり構わずにあの子の腕をつかもうとしなかったんだろう。マキオみたいに。もう会わないって、それじゃあ友次のことは？もういいのよ、父。だったら手紙を書くよ。毎週友次のことをびっしり書いて。本当にもういいの。友次はあなたに任せるわ。誰かの心配をしたり、悩まされたりしながら生きていくのはもうごめんだわ。私は自分の人生を思いっきり楽しんで生きてくの。雪江。私、これから約束があるから失礼するわ。元気でね、マキオ。嫌な空だな。降るなら降りゃいいのに。まずったな。ファミレスに上着忘れてきちゃったよ。いいわ、あんな見せかけだけの服。捨てちゃえ捨てちゃえ。着てない方が暖かいくらいだ。あはは、なんだか私って最初から最後まで強がりばっかりだったな。だけど、一体何のための強がりだったんだろう。今日は疲れた。すみませんね。ケーキ売るのまで手伝ってもらって。いいのよ、試食の方は完売しちゃったから。ゆきえさん、もしよかったら、これから私たちのクリスマスパーティーに来ませんか？嬉しいお誘いだけど遠慮しとくわ。なんだか今日は熱っぽくて。そうですか。じゃあゆっくり休んでください。ええ、ありがとう。寒気がする。骨がミシミシ痛む。帰ったら温かいものでも食べて寝よう。え？これ、昨日の上着、返しに来たんだ。それと、もう一つ。雪江には返さなきゃいけないものがあるよな。え？長い間、すまなかった。雪江が友次を諦めたのは、あの子のためを思ってだって分かってたのに、そんな辛い決心をした雪江の方が、数倍も親として立派なのに、俺のわがままで友次をつなぎ止めてしまった。本当に悪かったって思ってる。雪江にも友次にも。だけどあなたは立派に友次を育てているじゃない。私が思ってもみなかったほどよ。あの子だって今ではあなたの方にずっと懐いてるわ。友次は頭のいい子だよ。俺が頼りない父親だったってことが、あいつを年よりもしっかりした子供にしてしまったんだよ。自分で言うのもなんだけどさ、この3年間なりふり構わず頑張ってきたつもりだよ。少しでも頼りがいのある父親になりたくて、仕事も家事も頑張ってきた。でもな、あいつはどこかで俺に気を使ってたんだよ。雪江に会いに行くとき、俺はいつも友次を誘うんだ。一緒に行くか、友次。そうすると、あいつはいつもこう答える。今日はいいよ、お父さん。今日は一緒に行くか、友次。今日はやめとくよ。俺は気づいてたんだ。あいつが本当は母親に会いたがっているってことに。友次が私に会いたがって。
そうだよ。友次は一日だって雪江のことを忘れてなかったんだ。それを知っていながら俺は。もういいよ、マキオ。私、その言葉だけで十分だから。友次が私に会いたがっているなんて、なんて素敵な夢。最高のクリスマスプレゼントだわ。嘘じゃないんだ。友次は。私、あなたたちが買い物してるとこ見たもん。仲のいい親子だった。これを見てくれ。あ？この上着の袖んとこ、繊維がふやけてささくれてるだろ。雪江が話してくれた友次の癖。俺全然知らなかった。少なくとも俺と二人で暮らすようになってからは一度もそんな様子を見せなかったから。だけど昨日の夜、雪江が忘れた上着を俺が家に持ち帰った夜、一晩だけ友次は3歳の頃の友次に戻ったんだ。上着に残った母親の匂いがそうさせたのかもしれない。友次は寝ぼけてハンガーにかけてあったこの上着をいつの間にか抱きかかえて眠っていたんだ。この袖はあの子が噛んだ跡だよ。友次は雪江のアパートで待ってる。早く行ってあげてくれ。どこをどう通って帰ったのかわからない。気がつくとアパートの階段に小さな人影が見えた。雪が肺の中にまで入り込んで声が出ない。うつろな目で私を見下ろしていた人影は、突然火がついたように階段を駆け下りてきた。腕の中でおえつに震える小さな熱い生き物を私は力いっぱい抱きしめていた。